雑談です。浮き輪です。はらせんということで始まりましたはらせんラジオ、陣内智則の面白い方原田専門家でございます。この番組は日々私が見ちゃったもの、聞いちゃったもの、食べちゃったもの、飲んじゃったもの、そして言っちゃいけないことなんかを話しております。ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ということで、昨日は何をしてたかと言いますと、昨日は、打ち合わせに行って、それから帰りに中野に寄りまして、中野ブロードウェイで、中野ブロードウェイに行くまでの商店街にガチャガチャだけの専門店、あれ何があったとこかな、おもちゃ屋さんだったかな、あったでしょ。あれが潰れてなのかな、何だったかが、ガチャガチャ専門店昨日がオープンになって結構人がいましたよ。でそこではせずに、中野ブロードウェイの中の何でした、ポピーでしたっけ、そこももうおもちゃ屋さんがね、ガチャガチャのとこだけになってしまう。そこの品揃えというか、僕好みのやつがよくあるんで覗きに行ったら、ヨッシーのやつね、猫、あれもあって、でつくばのね、キャラクターのやつがあったんで、それをやって、んで別に何が欲しくて行ってたわけでもないんで、そのまますぐ帰ってきて、で阿佐ヶ谷の文房具屋さんが北口ちょっと行ったところにあるんですけど、そこでずっとはがき台の剣都市漫画の原稿用紙に毎日何かしら書いてるんですけど、ちょっと大きい普通の漫画の原稿用紙にいろいろ書きたいなっていう欲が出てきちゃいましてねそんなもの人のね欲なんか出すもんじゃないですよと思って、原稿用紙が欲しいと思って、原稿用紙買いに行ったんですよ。でレジでね会計してる時に、T シャツがすごく可愛いですねっつって店員さんに、売ってるんですかって、これ僕が作ったんですよって、ちょうどってこともないですけど、帝釈天のねイラストを描いた T シャツを着てたんですけど、それがすごく可愛いってすごく褒めていただいて、もう本当に機嫌が良くなっちゃって、でね、いや一応売ってはいるんですけどとか言いながら、別に押し売りするわけでもなく、自分で作ってるんですって、ありがとうございますって書いてきて、でボイドってね、中洲通りにありますギャラリーで今森下ひろみさん少年足部の個展をやってるんで、それずっとね行きたかったんですけど、機会がなくてというか、前通るたびにこう人並んでて急いでいたりとかなんで、なかなか行けなかったんですけど、時間もあったし、ゆっくり見ようと思って見てたらってこともないですけど、森下さんも いましてね、でいろいろなんかグッズ買って、よかったらサインDM の裏にでもねもらってくださいってボイドの方に言われて、じゃあと思って、こうガチガチになり、すごく好きだったんでね、ガチガチになりながらサインをもらいまして、でそのサインの名前をね、こうなんで入れるかみたいになって、じゃあつってこうメモ用紙に書いて、原田専門家でお願いしますって言ったら、本名じゃないですよねとか、そんな会話をしてると、ボイドの方が原田専門家さんですかつって、僕つって、そこでなんか知っていてくれてね、それで二度嬉しいというかね、そんな嬉しいことがそんな続きますかねと思いながら、嬉しいことがありましたね。信濃川あひるさんって方ですわ、ボイドでいましてね、嬉しかったですわ。そんな嬉しいことがあった日でありましたね。そんなことしておりましたが、
見ましたです。昨日これ見たんじゃないんですけど、浮輪の6話、浮輪と今日はあれも話しておきたい。家ついて行っていいですか、ドラマの方ね。家ついて行っていいですか。で、まず浮輪の方、浮輪の6話目の、これがね、ついにというか、バレるわけですよ。バレるというか、浮気相手を突き止めるというかね、突き止めるというか、たまたまトイレに入ってる時にこう会話が聞こえてきて、それにまたこうけしかけるやつがおるんですよ。あたごさんっていうね、これ誰でした、小西桜子さんがね、こうどうなんだ言ってつつくわけですよ。それをこうトイレの個室で聞いちゃったもんだから、出るタイミングがなくてって出てきてみたいなところがあるんですけど、それもすごいし、その前もベランダをね飛び越えちゃってというか、双葉さんのベランダの方に行ってしまった時に、こう奥さんが帰ってきてこうね、鉢合わせるかみたいなのがあったりとかね、それでこう一瞬鉢合わせてバチバチになるみたいな想像をするんですが、そこはまあ事なきを得てね、回避するんですけども、みたいなのがあって、それでトイレで聞いてみたいな、こうすごいね、このドラマはね、原作は漫画なんですけど、今その続きというかね、浮輪と風鈴というあれがスピリッツで連載されておりまして、で非常に面白いんですけども、それ昨日のアメトークのね漫画大好き芸人で、誰でした、川島くんかな、紹介してましたけど、これ本当に面白いですね。原作浮輪は3巻までかな。で今浮輪と風鈴が連載されてるんですけど、これ本当になんていうんですかね、こうつかず離れずというか、そういった感じで、まあ昔の言葉で言ったファジーというかね、こう割り切れない、感じっていうのがすごくいいなと思って見ておりますが、まあドラマの場合はね、このオープニングタイトルの入る箇所というか、曲がかかるタイミングね、本当に気持ちが良くて、ここで来たかみたいなね、結構1話目2話目だったか3話目だったか30分ぐらいこうずっとドラマがあってやっと入るみたいなのがあったり、急にというかね、もう5分ぐらいでパーンと入ったりとか、タイミングが素晴らしいんですよね。本当ぜひ見ていただきたいドラマの一つでありますね。でそれからもう一つテレ東のドラマでこれも言っておきたかったなっていうのがあれですわ、家ついて行っていいですかの、これは5話目かな、剛力3回ですわ。剛力3回がね、これがねなかなか難しいというか、1型の糖尿病というね、難病ですわ。だからなんて先天性というかで、こうインシュリンを打たないとね、常に何でした、血糖値を測っていなくちゃいけないみたいな子の家についていく、その役を剛力さんがやってる。これがなかなかね、やっぱり剛力さんって芝居うまいしダンスもできるんですけどね、剛力ダンスってやってましたけど、いろいろやっぱ損した、ロケット乗りてえとか乗りたくないとかあれでだいぶ損してるなと思いますね。ちょっともったいないというか、世間的なイメージはどうなのかわかんないですけど、なんかあれですごく損しちゃってるよなっていうのは思うんですけど、いやー、この話もすごいんですが、芝居もすごかったんでね、まだ TVer で、どちらもね TVer で見れますんで、追っかけて見ていただきたい。しかし本当にちょっとね、なんていうんですかね、よくこの役に剛力さんをキャスティングしたなっていうのもあるんですけど、それをこうやりきっている剛力さんもすごいなと思って、改めてね
だからやっぱりこうね、浮き輪のあれでもないですけど、なんていうんですか、色恋沙汰で、こうね、人生が左右されてしまうのは、それしょうがないと思いますが、人と人、人間の差がじゃないですかね、そこで失敗したりとか、成功したりっていうのは、って思いますね。だから、そういったリアルなドラマというかね、もうこうちょっと感じさせる、ね、よくこの役を受けて、それがもうダンス部でね、みたいな話なんですけど、これをちょっと本人とそのドラマの役と、それから浮き輪の方もね、非常に面白いなと思って見ておりますが、ぜひ TVer で見逃し配信ご覧になってください。あとね、その浮き輪の方の小西桜子さんが、これ本当にいい感じなんですよ。で、過去どんなもの出てたんだろうと思って、結構僕目にしてるはずなんですが、印象に残ってなかった。ね、ドラマで言ったら、映像権に手を出すのにも出てたんですね。フロガールもこれもスピリッツで連載されてた漫画ですよ。ね、フロガールも出てた。恋愛漫画家も出てたんだね。覚えてるかな。でもなんとなく記憶あるな。で、浮き輪でしょ。映画では、映像権ぐらいかな。なんで、これね、ちょっと小西さんも今後の役どころ、これがね、中学生の時に秘密、そのシオン監督の秘密を見て、役者に興味を持ったっていうぐらいなんで、これはなかなか骨太というか芯のある方なんじゃないかなと思って、今後ちょっとまたね、追っかけたい対象ではありますねみたいなのを思っておりましたんで、ぜひテレ東のドラマがほんと最近面白くてね、ぜひ TVer でご覧になってくださいといったところですか。コント個室、ちょうど個室ってね、ちょうどフォトギャラリーでね、個室の写真じゃないですけど、そのトイレのシーンの写真を見てたんで、個室としか出てこなかったですけどもね、すごかった。トイレのシーンはぜひね、ご覧になってください。浮き輪の面白かったんで、そんなところで、ぜひチャンネル登録と高評価、いろいろもう最終回になってきてね、なんとかロスだって始まっちゃいますけども、それ、1週間、2週間もしたら新しいドラマが始まるんでね、それはそれで別にね、それの繰り返しですわ。人生も一緒ですよ、本当に。なんてことを思っております。ぜひチャンネル登録と高評価、よろしくお願いします。ありがとうございました。